こんにちは、マントです。このチャンネルでは主に旅やキャンプについて取り上げています。万博期間中は万博についてもたくさん取り上げる予定なので、よろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。この日は西ゲート午前9時からの予約が取れたので、今午前8時なんですけど、早速バスに乗って向かいたいと思います。8時40分に到着したんですけども、この日は日曜日なんでちょっとお客さんが多かったようです。9時半になって入場することができました。今回が12回目の万博なんですけど、コモンズ以外で行っていないパビリオンがだんだん少なくなってきました。今日1つ目のパビリオンはスイス館に行きたいと思います。並んでから約5分ぐらいで入ることができました。この間に当日登録もして、小山君堂さんのアースマートを予約することができました。スイス館入ってすぐのところにこの大きな壁画があります。壁画といってもこれは切り絵でできているんですけれども、見どころがたくさんあります。さあ皆さん、この中に一体何が隠れているかわかるでしょうか。そう、有名なのは隠しハイジ、隠しクララ、隠しペーターなんですけども、それ以外にもいろいろ意味が込められてそうなので、ちょっと見てみたいと思います。まずここに隠しハイジ、そしてこれはピカチュウですね。これはスイスの象徴ヘルベティア、スイスのファスナー企業リリー、スイスの人工衛星スイスキューブ、スイスの医薬品メーカーノバルティス、ここにはオンジとハイジ、そしてアインシュタイン、そしてクララ、おそらく動物と話ができるハンス、はい、クララが立ったアルプホロンとアルペンスキー、どっかの湖の外輪船、ハイジとペーター、スイス相撲にお相撲さん乱入、そしてまたハイジ、ユニコーンに6ってどういう意味でしょう。東方の3博士と謎の怪物たち。実はですね、この絵の下にいくつかの説明は書いてあるんですよね。本当はここでですね30分ぐらい時間潰したいとこなんですけど、それは迷惑になるのでさっさとね先に進みましょう。この展望と書かれているビラビラを開けて入っていくと、中にですねシャボン玉が舞っています。ここではですね、この板があって、板に向かって願い事を喋ると、そこからシャボンが湧いてくるという仕組みになっているみたいなんですけど、この部屋がですねものすごいこのシャボン液のこの気体で満たされてるんですよね。鼻につくし、ちょっとアレルギー系がある人は本当ちょっと苦手だと思います。僕もねちょっと苦手だったんで、もうこの部屋はさっさと出ました。予測と書かれたビラビラを開けて中に入ると、スイスが誇る未来プロダクトを見ることができます。この正面のディスプレイには未来の技術の可能性が提示されています。手元のディスプレイでどんな技術のどんな未来を見たいかを選択すると、それに応えてコンピューターが提示してくれるという仕組みになっています。ということで僕も試してみたいと思います。で出てきたのがアメリカのユタ州でがん治療に関する画期的な解決方法を量子コンピューターが発見したという結果でした。もちろんこれはですね検索してみても何の研究もされてないみたいなんで、あくまでもコンピューターの妄想みたいなもんなんですよね。これは何の根拠もないのでお遊びの一環っていう感じですよね。ロボットが人間をケアする時代はもうすぐ来ているわけなんですが、安全性や俊敏性、環境認識などをアップさせるために人間の脳を研究して、それを元に作った機械がこれなんだそうです。そしてこれは人間の DNA を研究して、 60g の DNA の中に1兆枚の写真が保存できる技術を開発したものだそうです。これは量子コンピューターの中のチップを展示してあるそうです。そして後ろで走っている猫は量子の世界を表しているんだそうです。いわゆるシュレーディンガーの猫ですかね。これは人体の骨を切断するときにノコギリなどを使わずにレーザーを使って骨を切断するという装置なんだそうです。そ
そして地味な展示なんですけど、実はこれがこの展示の目玉なんですよね。ノーオルガノイドといって、iPS 細胞などを使って培養した人間の脳に似た組織をコンピューターに組み込んで、それを機能させるという実験がもうすでにされているそうです。そしてそのチップを観察してみることができます。そして最後のビラビラをくぐると、アルプスの少女ハイジのあの有名なシーンで記念撮影をすることができます。スイス館の感想です。入り口にあるほんわかとした切り絵に比べて、その次の未来プロダクトの部屋はもうガチのですね、未来技術で、もう置いていく人は置いてきますよという感じなので、誰に向けて展示をしているのかなっていうのがちょっと疑問でした。もしかしてですけども、このハイジだけにですね反応する日本人見て、霊笑笑われてるんじゃないかなっていう気がして、ちょっとね心配になりました。正直ね、未来技術の部屋の説明はちょっと難しすぎますよね。何を言っているのか全くわからないっていうので、短いパビリオンを見る時間ではちょっと理解ができないですよね。ある程度予習をしておけばですね、こういうものはすごいなとかって思うこともあると思うんですけど、ちょっとそこは残念ですよね。次はクウェート館に行きたいと思います。クウェート館午前10時に並んだんですけど、結局入れたのが10時50分だったんで、約50分ぐらいかかりました。まだこれはですね早い方で、もう昼ぐらいになるとえげつないで待ち時間が発生するんで、行きたい方はぜひもう午前中に行った方がいいと思います。イントロダクションの部屋に入ると海が広がっています。なんか砂漠の国って最初にこうやって海を広げた景色見せるの好きですよね。ドライバーの皆様、こんにちは。私の名前はヒエイ、空飛ぶロボットです。そしてこのヒエイ君が乗った真珠型のロボットでタイムトラベルをしながら現代や過去のクウェートの姿を見ていくというのがイントロダクションになります。次の部屋ではクウェートの自然について紹介されています。そう、ここが有名なクウェートの砂場ですね。すごいね、触ってみたんですけど真っ白でサラッサラなんですよね。ちょっと若干手につく感じはありましたけど、すごい目が細かかったです。ここでは過去の中東と東アジアの貿易について紹介されています。白檀やコーヒー、乳香、デーツ、真珠、シルク、綿、いろんなもの取引されてたんですね。これは石油の歴史の展示なんですけど、面白いですよね。この石油のバルブを回すことで時代を遡ったり進めたりすることができるようになっています。でこのパビリオンの中にですね、どういう目的かわからないんですけど、休憩室みたいなのがあって、めちゃくちゃくつろげる雰囲気なんですよね。このパビリオンの中には滑り台があるんですよね。ここから入っていって登っていくと、反対側のこちらの出口に出てくるようになっています。そして次の部屋に入るためには15分とか20分待たないといけないんですけれども、この部屋でクウェートのさまざまな取り組みについて見ることができます。そして最後の部屋が一番面白いんですけれども、最後の部屋というのは入っていくと上に満天の星空が広がっています。この部屋にあるいくつかの端末に願いを込めると、こんな感じで星になって広がります。
この部屋には寝転がれるソファーがたくさん設置されているんで、この満天の星を見ながら寝転がってゆっくり願いの星空を見るというのがこのパビリオンの一番面白いところになっています。お土産はこんなものが売られていました。クウェート館の感想です。このパビリオン、お子様連れにはとても優しいパビリオンじゃないかと思います。子供が喜びそうな仕掛けもたくさんありますし、途中に休むスペースもあります。ただ昼からはすごい混み合いになるので、多分2時間ぐらい待つことになる可能性があります。そして最後の星空の部屋は圧巻です。だいたい15分ぐらいは寝転がれると思うんで、ソファーにゆっくり寝転がってこの時間を楽しむのが一番だと思います。続いては当日登録が取れたシグネチャーパビリオンのアースマートに行ってみたいと思います。アースマート、何か見るからエコな感じがする建物です。この壁も土壁なんですよね。入ってすぐのところには何やら稲わらのようなものが積み上げられています。そしてここにあるのは在来種の野菜の種なんだそうです。今はほとんど作られてはいないんですけども、この種の命をつなぐためだけにずっと栽培している農家さんがいるっていうことなんですね。そしてこれは食べ物の写真を瓶に貼り付けているわけなんですけども、その色味がですね、遠くから見るとまるで絵の具みたいに見えるっていう仕掛けになってます。中に本当にですね野菜とかが入ってるわけじゃないんですけどね。そして上を見上げてみるとイワシの群れがいます。このパビリオンは食べ物をテーマにしたパビリオンなので、上を見ても下を見ても食べ物だらけなんですね。これは一人が一生に食べる卵の量、日本は卵安いからでしょうかね、相当食べてますよね。でこれを実際の大きさにするとどんなものになるかというのがこれなんです。すごいですよね。でこれを上から見るとこんな感じになります。これ面白いですよね。これは世界の人たちが1年間にどれだけその動物の命を食べているかというのを可視化したものになります。当然ながら鶏とか豚とかはすごい数ですよね。このはかりは私たちの身近にある食べ物の命の重さについて測るはかりになっています。個人的にこれすごく面白かったんですけど、世界の家族が1週間にどんなものを食べるかというのをレシート形式にしたものなんですけども、食べるものっていうのは国によって全然違うんですごく面白いんですよね。次の部屋ではすきや橋二郎の小野二郎さんがお寿司を握っています。なんと御年100歳なんだそうです。海洋資源が少なくなってくる中でどうやってこのお寿司を美味しくいただくかということを考えた時に、やはり養殖あるいは品種改良などの技術が必要ということで、それに理解を示した小野二郎さんがそれを握っているっていうわけなんですね。もちろん本物が出てくるわけじゃないんで、そこはご承知ください。これは6色という機械、食べ物を作る時のそのレシピはあるんですけども、どのタイミングでどういった食材を入れてどんな火加減で作るのかというところを全てデータ化して保存するという技術なんだそうです。実際にその6色を使ってレシピを再現してくれたらどんなものかっていうのが分かるんですけどね、その記録の部分だけ見せてくれているのでいまいちちょっとピンとこなかったですね。さあここではですね一つおまけをもらうことができます。25年後なんですけどね、
25年後に今年漬けた梅干しを開封するので、その時に梅干しがもらえる引換券なんです。さあ、25年後にこの引換券持ってくる人は一体何人いるんでしょう。お土産コーナーではこんなものが売られていました。なんかちょっと笑いに走ってる感じはありますよね。さあ、締めはみんなで食卓を囲んで最後の映像を見るという仕掛けです。ちょっと面白いですね。そして出口でお土産にお米キャラメルがもらえます。このお米キャラメルは万博のためにグリコが開発してくれたものだそうです。アスマートの感想です。このパビリオンはかなり力が入って作られているので、この期間限定でですね、壊してしまうのは非常にもったいない気がしました。どこかにですね、常設で作ってくれたらいいのになと思います。毎日いただきますという言葉を使っているのにもかかわらず、命ということについて考えることはほとんどないので、改めてこのパビリオンを見て考えさせられました。本当にですね、このパビリオン食育に使えるのではないかと思います。未来の食の展示に関しては、実際にですね、試食ですとか実演などがあったらもっとですね、分かりやすかったし理解もできたんじゃないかなと思うんですけどね。そこはさすがに万博っていう期間限定なんで難しいんでしょうかね。次は韓国館に行ってみたいと思います。韓国館午後1時から並んで30分ぐらいで入ることができました。入場するとまずさせられるのが録音です。電話ボックスみたいな小さな箱の中に入って、あなたにとって一番大切なものは何ですかという質問に答えるというものです。この時点ではこの質問の意図は明かされないで、次に入った部屋で初めてその意図が明かされることになります。次の日は何もないだだっ広いホールで、今聞こえているのが録音した内容なんですね。そしてですね、この音楽の中にラップみたいにして録音した大切な言葉、例えば命だったらいいって感じで流れているわけですね。これはどうなんですかね。この演出がだいたい5分ぐらい続きます。次の部屋ではコンクリートの瓦礫に囲まれた奇妙なこの筒に息を吹きかけてくださいというふうに言われます。その意図はまた教えてくれません。そしてしばらくすると上の機械から何かが落ちてきます。割れるとですね、水蒸気のようなものがパーって出るんですね。これ一体何を表しているんだろうということなんですけど、この壁の左側のところに説明が書いてありました。どうもこの仕組みから見てみると、ガスパビリオンのメタネーションと同じものじゃないかと思います。O2 になってるんで間違ってるんですけど、人間が吐いた CO2 を水素と反応させて、それをメタンとして作って、おそらく燃焼させることで水が出ますという、そういった仕組みじゃないかと思われます。そして3つ目の部屋は映像が撮影禁止なので撮ることはできなかったんですけれども、2040年の韓国を舞台にしてお父さんと娘の物語が映像で綴られます。お父さんはおそらく作曲家で志半ばで死んでしまうんですけれども、 AI の力などを借りて2040年の娘がその作曲を引き継いで一つの音楽を作っていくという物語なんですね。ここに K-POP ですとか K ドラマの要素を入れて、韓国をアピールしているっていう、そういったものになります。
最後は出口のところで、韓国グルメが楽しめるようになっています。お値段はこんな感じでした。韓国料理はね、近くでいくらでも食べれますからね。僕は韓国料理の代わりにいつものインド料理屋さんでまたチャイソフトを食べました。韓国館の感想です。いわゆる K-POP や K ドラマなど韓国ビジネスに特化して作られたパビリオンじゃないかなっていう感じはしました。最初の部屋の K-POP っぽい音楽だとか、3番目の部屋の K ドラマっぽい演出というのはみんながみんな好きなわけじゃないんで、ちょっとしつこさというのを感じる人はいるかもしれませんね。僕もちょっとね刺さらなかったです。これは人によるかもしれませんけどね。2番目の部屋のメタネーションだと思われますけども、その仕組みをはっきり説明してくれずになんか演出ばっかり凝ってたんで、ちょっとそこもですねもうちょっとちゃんと説明してよっていう気はしました。次はアゼルバイジャン館に行きたいと思います。アゼルバイジャン館は万博の中でもひときわこの建物の凄さと、それからこのくるくる回る踊り子さんの像に目がいっちゃいますよね。2時40分ぐらいから並び始めて35分ぐらいで入場することができました。アゼルバイジャンもわからないですよね。ここにあります。アゼルバイジャンにはあの有名なバクー油田があって、国家財政のほとんどがこの原油収入から賄われているそうです。そして主な宗教はイスラム教なんだそうです。そして政治体制は1993年にヘイダル・アリエフが大統領として就任した後、その後は長男のイルハム・アリエフを大統領の後継者に指名して、そのまま世襲で大統領になっているということだそうです。はい、そろそろ出口が見えてきました。実はこのアゼルバイジャン館ですけれども、展示内容はそれほど多くはないです。だいたい今映したもので全部になります。はい、ここからがお土産コーナーです。これはオリーブの実とか油みたいですね。あまりにも開けなかったんで、上にあるレストランも見てみたいと思います。今時刻は3時半ぐらいになっているんですけども、レストランの中は大盛況でした。中のメニュー見る限りはアゼルバイジャン料理ってこれだけで、あとは普通の日本のケーキばっかりでしたね。アゼルバイジャン館の感想です。実はですね、入る前からそういった噂は聞いてはいたんですけれども、実際入ってみると、やはりそうかという感じはしました。これをですね1時間待って入るというのはどうかな、僕だったらしないかなっていうのが感想です。以上です。次はベトナムの人形劇についに潜入することができましたのでご紹介します。
僕が行った時にはですね、公園の15分ぐらい前に並んだらちょうどこれぐらいの位置をキープできたっていう感じでしたね。そして人形劇だけじゃなくって生演奏もしてくれるんですよね。今日最後は韓国の国楽、伝統音楽の公演を見てみたいと思います。現代音楽とのフュージョンもあるみたいです。これ聞いてて思ったんですけど、韓国のトロット、韓国の演歌ってやっぱこういうところから来てるんだろうなっていうのはよくわかりますよね。はい、というわけで今日はこれで帰りたいと思います。この動画気に入っていただけましたらチャンネル登録やグッドボタンなどお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。